駐車場の方から取り掛かりたいと思っております。お花が好きなので、それに合った空間をこれから作っていきます。ダイレクトの通りからイメージなんで、目隠し変装空間さえ作ればこうやって非常に引き立つ。広大なちょっと意識なんですけども、生活にちょっと不便きしてる部分をリメイクしてもらいたいというお話がありまして、車が入りにくい、大雨降ると水が溜まってしまうという、自分でちょっと化粧したり、これもちょっと脱水線を変えたり、土決めだけなんで動かないように修正していきたいと。パーゴラ風のものを作って、ここで憩いができる空間を作りたいなと。家族でここでプライベート的な空間にしたいと。階段を作っていかないと使い勝手が据え直しして、ここにバーベキューとシンク、できるだけお客さんの形を生かした形で、デザイン的に合った形で直していく。全部完成するというよりも、そこに付け足していって作り上げていくという空間になればいいかなとは思ってます。はい。まず最初にやはり駐車場の方から取り掛かりたいと思っております。枠を作って置いてみて、雰囲気を確認取ろうかなと思っております。じゃあ前と同じように木枠を作るってこと？そうですね、木枠を先行して多く作って、で一気にポンプ打ちしてっていう形を取りたいと思ってます。ですから今の気候で大雨降ると水が溜まってしまうという。また溜まる原因がやっぱりここアプローチのとこだけアスファルト打ってあるんで、どうしても溜まってしまうと。一面的に一発で打つということになると、排水勾配がなかなか YouTube で前やりました大きな平板を引くという意味合いであれば、ここの土地には適した施工方法かなということで、高さが不縁になってんで、平板状になって浸透させるんですけども、一番低いところに一応合わせる。高さを全部確認して、どこで水を絞っていこうかなと。アスファルトある部分は水があんまり浸透しないんで、ですからそっちの部分はある程度一箇所にまとめて、まっすぐありますけど、あそこに絞っていこうかなとは思ってます。965、645。それ測ってみてどんな感じでした？だから一番ね、やっぱしここが一番低いです、全体の。だからお客さんもここをダンサーこんだけにしたっていうのは正解だったかわかんないです。で一番水がたまる。だからちょっと今まっすぐこれちっちゃいんで、これを入れ替えれば一番低いのはここなんで、それに合わせ
すりつけてくれば自然と水勾配になると思います。一応ですね 2x4 の6フィートと12フィートでそれが一つの大きな平板という形で作っていっちゃいます。前の山梨とやった工法で一応全部打っていくんですけども、仕上げ自体は、以前はカラーチップでちょっと色をつけたんですけども、今回はお客さんが持ってる化粧砂利で柄をつけていこうかなとは思ってます。で一応ですね、日程的にちょっと急がなきゃいけない部分とあれがあるんで、撮影は撮らないで進めていきたいと思っております。ここが終わっちゃえば今度車が自由に中まで入れるんで、ここだけはもうちょっと早めに作業を進めていきたいと思ってます。駐車場はこうやって挫折終わりました。でやはりちょっとこの部分の流れで玄関前の表面を化粧してます。ランバリーで一応化粧してきてます。挫折終わりまして、で入り口の方も出入りが不自由だったんで今2倍に広げまして、ここだともう余裕を持った形で駐車場に入ることができるんで、今までここまでここでこんだけ広げましたから。今見えてます立ち水栓をちょっと化粧したり、こんだけお客様がお花が好きなんで、それに合った空間を今度はこれから作っていきます。ここ一応立ち水栓設けるんですけど、ここをダイレクトの通りからイメージなんで、ここに一応目隠しフェンスを立てます。この立ち水栓もちょっと移動したんですけど、この枠を利用して、これはここでこれをちょっとレンガで化粧して受けは、でこれはもうレンガじゃなくてボイドで打ち出す感じになります。
で2口の蛇口買います。そういう感じです。この実寸線はもうドリルパッドで色を塗る、受けをレンガで囲うつ感じになります。でここにおいては排水も向こうに流れてるんで、まあ洗いとかなんかは完璧にここでできますから、まあそんな感じで。そこにもレンガ据えていくんですか？こう据えて周りねこう囲ってで天板こうやってこうなんか内側だけね。ちょうど乗るね。それは何ですか？いや割れてんからメッシュ下地に引いとけば。もうそれ自体を補強するってことですね。おそうね、そこがもう割れてんから。これで一応レンガは OK でここの流しのこれはランバリで、ここがモータルが出てるとこが全部ジョイパッド白で塗っちゃいます。一応タッチ水栓をこしらえたんですけども、ちょっとここの周りの整備、土の流出とか、温室に入っていく歩きとか、ここを一応やっていきます。
がたまるっていうことを今まで問題あったんですけども、たまることなく排水が OK になってます。ここの現場においてはこういう打ち方で正解だったんですだと思います。はい。ここ奥様が結構温室の中の洗い場結構ここで活用するっつうことで、ここやってて一番大きな問題、ちょっと正面でダイレクトに見えちゃうんで、ここは目隠しフェンスを一応このような感じで、奥様の前からお花が好きなんで空間さえ残しとけばこうやって最終的に奥様の方でお花を演出してくれるんで。じゃあこれを奥様がやられたってことなんですね。もうだから植栽に関しては我々一切もう奥さん任せで、とにかくそういう空間さえ作ればこうやって非常に引き立つ。ですからちょっと今まで温室行くのにもちょっと不便だったところをある材料を使いまして、ここをちょっと広々とした形で。フェンスに額縁もつけたんですか？これはちょっとねポイント的に型枠の材料が結構余りましたもんで、ちょっとポイントにつけさせてもらいました。このファザードにおいてちょっと化粧した方がいいかなと思って、その上から一応ナンバリで際の袖なんですけども、上のポーチの色合いと近い色合いでちょっと締めたんです。この階段も少し斜めちょっと変形的な形なんで、それをちょっと強調するためにもこういう感じで袖を設けたんですけど。